末さんの場合にはキャリアの中で何回ありましたか？こういうのがゾーンかなと思ったのは3回ですね。メダル取った2回とオリンピックの最終予選の大会で。なんか前兆現象ってあるんですか？そのレース前にこれはゾーンになりそうだっていう予感とかあるの？睡眠に似てる気がするんですけど自覚しない。さあ今から睡眠に入るぞって自覚しないけど、スーッとそのままやってはって気がついたら、僕の場合はだいたいレースの終盤の最後の直線になってて、あと2台超えてゴールだって思って、ふっと気づいた時にはもう最後の直線になってんの？多いですね私の場合。あのまま行けばなんかもうちょっといいのかなと思うんですけど、これアスリートって僕はもうねやっぱり結構際まで行くと身体をなんか思いっきり使って何かをすると、そこで得た直感みたいなものがある気がするんですよね。でそれは何だったのかっていうのをどうしても人生で引っかかり続ける。すごい話だな。だから僕は田辺さんなんか最近心境の変化があるだと噂に聞いてるんですけど、なんか哲学が深まってきたん哲学が深まってきたっていうか、そうですね。やっぱり僕はなんて言うんでしょうね、タオイズムってあるじゃないですか。そういえば選手の時にタオイズムとかすごい好きだったなっていうのを思い出してきて、なんかこう意図することとか、なんか大きななんて言うんでしょうね、大きい流れに無理せず従うみたいな、そういう感じが非常に私は。これちょっと僕すごく重大な興味があるんですけど、タオイズムっていうと普通は労働思想とか近代的な自我の限界を超えるみたいな形でずっとみんな気になってて、でも本質がつかめないっていうか、掴んだんですか？掴んでないんですけど、これね選手で結構禅となんとかって言い出す人多いじゃないですか。アスリートとか。そうですよね。あれ、僕の予想なんですけど、大体みんな最後になんでそう言うかっていうと、本当にいいプレーをする時って、感触がないって結構言うんですよ。本当にいいホームラン打った時は打った感じがしないとか、ゴルフの方でもそう言うし、やり投げの人も投げた感じがしない時が。なんで感触がなくなるかっていうと、感触って抵抗じゃないですか。どっかに押してるとかって。体が本当の意味で全体を連動すると、なんか滞りがなくて、思ったよりも肩透かしみたいな感じでプレーが生まれるんじゃないか。それがいいプレーなんじゃないかと思ってて、でそういうのってなんて言うんでしょうね、なんか力むとかじゃなくて、やっぱりこう力の大きい流れをそのまま使うのが大事なんだみたいな、無抵抗になる方がむしろいいんだっていう発想になりがちなんじゃないかと思うんですよ。これだからもう本当教科書的に言うとフローとかゾーンと言われてることで、これ為末さんと前喋ったことあるかもしれないんだけど、その脳科学からのその運動生理学っていうか、そのアスリートの認知とかへのアプローチで本当に困ってることってあって、その為末さんみたいなオリンピアンとかトップアスリートのことって研究しようがないと言われてるんです。つまり例外事象なんで。なるほど。そもそもだからフローとかゾーンになる前からちょっと例外すぎて、感覚運動連合とかがだから研究対象に実はあんまりなってないんですよ。その何が起こってるかがよく分かんないっていうかで、一つイップス、要するに感覚情報のなんか流通が情報伝達が効率よくなりすぎちゃってショートしちゃって、ちょっと競技ができなくなるみたいな現象があるじゃないですか。ありますね。あれがなんかヒントなんだろうなとは思ってるわけなんですけど、だからいやすごい興味あるんですよ、その研究対象として。でイップスはでもそういう感じで捉えられてるんですね。そのなんていうかな、何度も何度もやることであって、そうですね、ショートしちゃうっていうか、伝達効率が良くなりすぎて不具合が起こってる。だからそれを避けるためには休むしかないっていうか、伝達効率をちょっと落とす。そうなりますね。イップスの研究は経験はあるんですか？僕はあんまね、選手で我々のところに言ってたイップスってどっちかっていうと、それをやって大きな失敗をすることによって恐怖が生じて動きがっていう方で言ってるんですけど、それをイップスって呼んでたんですね。でもね、それはおっしゃるように結構回復可能なやつなんですよ。もうちょっとやばいのは、ある日突然やってきて
どうしようもなくなるっていう、なんか20年30年どういうこと？どうしようもなくなるってどういうこと？なんかテニスのプレイヤーがサーブをずっと20年30年やってきて、ある日急に球が投げられなくなるとか、そういう感じで、それは別にそのことで大きい失敗したことないんだけど、なんか生じるってやつだったんです。それで今すごい腑に落ちました。なんか多分ある動きをずっと繰り返すことによって、だからそのフローとかゾーンってこれ僕ね、なんでこの問題ちょっと今日深掘りしたくなったかというと、フローとゾーンとか、教科的に僕とって為末さん何回か話してきたし、今どう理解してますか？フローゾーン。フローとゾーンですね。やっぱり、ゾーンはやっぱり結局体がそれをずっと繰り返してうまくできていたっていうことを、途中で自分がうまく気づかない状態になれるっていうことかなと思いますね。その動きに対して時々チカチカって意識が働いて、今これをやってるとかっていうふうに反応してなんか観察しようとするんですけど、その観察者がいなくなった状態で体がひたすらに動いてるっていうんですかね。それがゾーンなんじゃないかと思う。気づかない状態って言えばいいんですかね。これちょっと振り返りになっちゃうんですけど、僕為末さんとこの話したことあるんだったら視聴者は初めて聞くかもしれないし、僕は前聞いたのはそのハードルってとにかく歩数とか調整しなくちゃいけないからすごくいろんなこと考えなくちゃいけないはずなのに、その世界陸上でメダルを取った時は何も覚えてないそうですね。っていうふうにおっしゃいましたよ。それは今振り返っても事実ですか？そうですね。そうですね。で普段はでもいろいろ考えてるんですよね。そうですね。こうやってこうやらなきゃいけないとか、次は何歩だとかって考えて。でも何も考えてないんだけど、一番高度なことをやってたはずなんですよね。そのレースは。そうですね。それどういうことなんだろうね。なんか意識っていうか、我々注意向けたりするんですけど、その注意を向けた瞬間ってなんとかな、ストロボでパッて焚いたみたいにその動きがなんかここにパッと注意が向くじゃないですか。だからせっかくこうやって滑らかに動いてるのにパッと注意を向けた瞬間になんか偏りが生じるっていうか、切り取りもあるだろうし、ぼんやり見てればいいのに右手を見た瞬間にちょっと自分の体がこっち側に寄っちゃうみたいな、それがない状態がゾーンなん少なくとも身体的にはそれがない状態がゾーンなんじゃないかと。おそらくでもそこに行くまでは、膨大なトレーニングが必要だったわけなんですよね。だからちょっとモデル的に言うと意識によるそのフラッシュはトレーニングの時の調整とかモニタリングには必要なんだけど、最高のパフォーマンスの時には意識はむしろ邪魔というかいらないっていうことになる。昔ロボット選手権みたいなことをやってる学生さんに話聞いた時に、そのロボット選手権がなんとか完全に自動で行われるやつだったんですよね。一回パンと押すと自律的にやんなきゃいけない。やんなきゃいけない。だからそれまでの間にロボットに何を教えるかっていうのはいろんなシチュエーションを与えて、その時にはこう動くんだっていうことをインプットしてるっていう、なんかあれに似てる感じです。普段のトレーニングはそうやってインプットするんだけど、本番になるとコントロールを手放して。なるほど。それがでも人間なんでやっぱそのコントローラーをうまく手放せなくて、つい注意が向いたりとかいろんなことをすることで動きが滞ったりなんかしてると。でもある時バチッとはまって本当に無意識に近い形で動くと、それがゾーン的に感じられるっていう。逆に言うと例えばよくほら大谷のような人でも打率1割10割はありえないのは、野球がそれだけ難しい。だから10回のうち7回は失敗する。そうですね。っていうじゃないですか。でということはそのゾーンに入ってても最適化できてない身体運動ってのはきっとあるんだよね。あるでしょうね。だからあるでしょうね。それはトップアスリートでもそうなんですかね。そうだと思いますね。モーゼスはなんかどうだったんですかね。モーゼスって同じレース走ったことは僕はないですね。ちょうどずれてます。伝説の人じゃないですか。伝説の人ですね。彼なんかはじゃあ常にゾーンにいる人っていると思います？いやそれはないと思いますね。それはなんでなん？ただの比較の話なのかもしれないですけど、なんでなんかそれ為末さんの場合にはキャリアの中で何回ありましたか？僕がなんかこういうのがゾーンかなと思ったのは3回ですね。メダル取った2回とオリンピックの最終予選の大会です。ということはそのレースは何回ぐらいやってます？本番のレースって。人生でですか？人生っていうかそうですね。400メートルハードルは1000とかやってるんじゃないですかね。1000やってて3回ってことでしょ。そうですね。
だから非常に少ないですよ。少ないですね。なんか前兆現象ってあるんですか、そのレース前にこれはゾーンになりそうだっていう予感とかある？なんか睡眠に似てる気がするんですけど、自覚しない。さあ今から睡眠に入るぞって自覚しないけど、スーッとそのままなんか麻酔打つ時に近いって感じですから、スーッとそのままやってはって気が付いたら、僕の場合はだいたいレースの終盤の最後の直線になってて、大げさに言うとですね、途中もうっすらは覚えてるんですけど、最後の直線になってて、あと2台越えてゴールだって思って、ぐっと気づいた時にはもう最後の直線になってんの？多いですね、私の場合。あのまま行けばなんかもうちょっといいのかなと思うんですけど、なぜか最後の時。これみんながそのどうやったらゾーンに入れるのかってことは興味あると思うんですよね、トップアスリートに限らず。なんかあるんですか、その方法論って。こういう事前の準備とか心構えとか段取りをしてるとゾーンに入る確率が上がるっていうような、まず大前提でそれがあんまり考えなくてもできるぐらいには、トレーニングが積まれて、積むと。であとは、やっぱりなんかどういうなんか1点を見てるとかそういうやつじゃないですかね。試合の前に、試合の前になんか1点を見て、例えばこれであればなんだろうな、いいを見て、いいを見ながらいいだいいだいいだって思ってる時に、なんかそこから連想して何か浮かんでくるのを、あんまりなるべく考えないようにしていくとか、私の場合はそういうふうになんかシミとかを見てずっとそのシミだけ。シミ見てたんですか？レースの前にね。シミを見てたの？そうじゃないといろいろ不安とかいろんなものが浮かんできちゃうんで、シミをひたすらシミを漠然と見てるっていう。これ決勝のレースは何月何日何分って決まってるじゃないですか、そこに向けてのピークの持っていき方ってなんか方法論あるんですか？それはトレーニングするのと、我々調整なんかハードな練習すると一時的に体疲れるんですよ、壊れるとか言うんですけど、でそれが48時間とか72時間かけて回復するんですね、でそれ前よりちょっとだけ高いところに行くんですね。でこの揺らぎを使って本番に当てに行くっていうのが我々のピーキングの基本的なロジックですね。ってことはさ、予選決勝の期間間ってちょっと違ったりするじゃないですか、48時間と。でここはもうなんかコントロールできる。ただ予選の日に当てるのか準決か決勝かはその選手の実力によって違って、だからじゃあ決勝に当てたら予選とか準決勝はちょっとピークじゃなくても勝ち抜けるようにっていう。そうですね。だから本当のなんか強い人たちは決勝だけに当てるんで、予選の時にはちょっと体調悪いぐらいで出る人もいました。そのピーキングのその時間どれぐらい正確にそのピークに持っていけるんで？これは本当になんか本当はどうだったのかわからないんですけど、人によっては1日2日だっていう人もいれば、いやそんな調子がいいのは1ヶ月続くんだっていう人もいますけど、私の感覚では3日ぐらいって感じですかね。3日ぐらいピークが続く感じ。ピークが続く。その3日に当てに行く。大体1年前からやるんで、特に最後の2ヶ月は8月2日が決勝だとしたらそこに向けてずっとこの波を作りながら当てに行く。バイオリズムみたいな感じだよね、それね。そういう考えでいくとこのピークに当ててる時しかゾーンはないですね、確かに。そう。あんまり途中の体調ではなかったです。じゃあ抜き打ちレースってことはありえないってことですね。ないと僕は思います。そういうことをレギュレーションでやったらそれはブーイングってことね。だからみんなもう何月何日何時って決まってるからそこにピーク持っていってるんで。24時間ずれたことありますが、あれだけで大変なブーイングでしたね。24時間ずれたことってあったんですか？マラソンかなんかがなんかすごい天候からで翌日って言ったけど、あれも非常に嫌がった選手はいましたね。しょうがないですけど。だね、じゃあアスリートにとっては1日ずらすなんてのはとんでもないことなん。結構それがセンシティブに捉える人にとってみると辛いですね。でもそういうギリギリのところでやってきた中で今タオイズムがなんか見えてきてるのね。そうなんかもうこのなんていうんですかね、うまくこれ言えないんですけど、積極的無抵抗主義っていうか、無抵抗的なんか能動っていうか、なんていうんですかね、これうまく言えないんですけど、絶対矛盾みたいな。だからなんか自分がこうしてやろうとかそういう意図するもんじゃなくて、なるほどこんなことやるべきですかねって思うんだけども、そこに対しては全力が傾けられてるみたいな状態っていうのが非常に良いなと思いますし、そういう生き方がいいんじゃないかなと思ってるってところですかね。
それ例えばじゃあ僕は為末さんとの会話をね過去をちょっと振り返って思うことがあって、いわゆる意識高い系と為末さんって全然違いますよね。だからその意識高い系ってよくいらっしゃるじゃないですか。そうですね、こうしなくちゃいけないとか、なんとかこれが目的だとか、そういう意味で言うと積極的無抵抗主義的なやり方って為末さんずっとあった気もするんで、ね、それ競技の中で身につけてきたもんなんですかね。それとも最初からそういうのがあったからトップまで行ったのかな。まあ競技の中でちょっと身につけたのもあるでしょうし、でそれ引退した後はね、でもやっぱり少しいろいろあがきあったと思うんです。なんか、簡単に言うといろいろ比較して市場分析的なことをして、自分はこれをやったら今当たるんじゃないかとか、そういう小賢しいことをいろいろやったけど、結局全部小手先の話だし、なんか根本から燃える感じがしないっていうのかな、根本からこっちに行ってる感じがしないっていうのは、その燃えるっていうのが一つの基準なんですかね。私にとってですが、大きい好奇心ですね。あとね、これを面白いって思えてるのと、これはなんか合ってる感じっていうか、こう投下するだけのこうなんか響く感じがするっていうイメージですかね。生きがいが生きがいがある感じ。生きがいですよね。私のね、一応私の本でそういうのがあるんですけど、いや俺なんかそういうのないんですか。もう僕ねすごい人間って何なんだろうと思った時に、俺なんか最近ほら人工知能で人間が滅びるかもしれないっていう話があるから、人間がいなくなった宇宙をちょっと想像してみたのよ、地球とか。なんか意外と寂しいなと思って、なんか自分が人間だからっていうよりも、じゃあなんで人間がいないと寂しいのかなと思った時に、さっきイーロン・マスクがいろいろ評判悪いんだけど、彼火星に行くべきだって言ってて、そうすると意識が次に進化するっていうようなことを信じてるんだね、彼はね。だからその好奇心とか探索する気持ちって人間のなんか主としての固有のあれのような気がして、だからおそらく海外のあれですよね、お仕事されてた時に、彼らアスリートってそういうふうに捉えてるとこないですか。宇宙飛行士と同じようにその未知の領域を切り開いていく人っていうふうに捉えるじゃない。そうですね。でどうですか、その火星に行くと新しい意識の次元に行くみたいな考え方って共感するとこある。行ってみないと分かんないわ行ってみないと分かんないけどさ、行きます？行けって言ったら行きますね。行っても行きんだったら行ってみたいですね。なんか興味あるじゃないですか。ありますね。それ何なんだと思います？そのだから為末さんはだからアスリートとして自分の身体の新しい領域を探求し続けてきたわけだけど、なんで俺たちそんなことするんだろうね。これ、あれ立花隆さんが昔宇宙からの期間、ああいう、宇宙に行かれて戻ってきた方たちの、精神的な変容と、主にはあれスピリチュアルっていうかなんか宗教的ななっちゃった人たちの話だった気がするんですけど、これアスリートで僕は思うのはやっぱり結構際まで行くと身体をなんか思いっきり使って何かをすると、そこで得た直感みたいなものがある気がするんですよね。でそれは何だったのかっていうのをこうどうしても人生で引っかかり続ける。すごい話だな。だから僕はチームワークとか本当に解像度が低くてあんまよくわからないんですけど、やっぱ僕は陸上競技だったんで全力を出してなんか体を動かすっていうことに対して非常に強い心も含めてです。なんかある一点に自分を当てに行くみたいな感じのことに興味があって、でも一方でラグビーとかでキャプテンをやってた広瀬さんっているんですけど、彼とかはやっぱりキャプテンシーっていうか、どうすればみんなの心が一つになるか、なんかみんな選手はどっかでうまくいっていかないんですよ。競技人生でフォーカスしてたものがあって、それを思うんですよ。だからでもやっぱりそれ体験することで後で考えるんですけど、なんか火星に一回行って地球を眺めたり火星を見ることで生命とかなんかいろんなものについて考え出すっていうのは、そういう意味の意識の変容はあり得る気がするんですよね。なんかアポロ計画が人類にもたらしたものって、例えばその月の上に地球が出る、アースライズって呼ばれるような、ああいうもので意識の変容を起こしたってことはあると思うんだけど、やっぱりその宇宙飛行士がやっぱり月面から地球を見るとなんか変なことになっちゃうらしいと。それはもうやっぱり彼らは分かんない。要するにその後の引退した後って普通の人になっちゃうから、
からそれと同じようにそれでデブリーフィングってやるわけじゃないですか、どうだったかって聞いて、はい、でそれでデブリーフィングしても伝えきれないっていうか、おそらく為末さんもそういうとこあるんだよねきっと。伝えきれないんだよねおそらく想像できないもんだって俺たち。その世界陸上の決勝でなんかスタートラインに立ってる時の、そこの人生の全てがそこにもうあるわけじゃん。そうですね、想像できないよね。だからおそらくそれを伝えようとして一生懸命いろんなことを言ってくださってると思うんだけど、でその結果がタオイズムっていうのはすごいなと。タオイズム、これタオイズムって言葉ぐらいしか知らないからですけど、なんとなく分かる気がする。それでもきっとまだディベロッピングストーリーっていうかなんか続いてるんですよね、きっとその話ってまだ。そうかもしれないですね。何なんだろうなそれって。なんかその意識高い系の人ってなんかセルフにとらわれなんかゾーンとかにはいけてない感じがするんだよね、意識高い系の人の話聞いてるとね。でもできてる人ほどなんか無視の世界に行くっていうか、自分がない世界に行ってるもんね。そうで、あとは腹の底から来るそうだっていう感じと頭で分かった感じの違いにも敏感になる気がする。それちょっとどういうことなのか脳科学者としてはぜひ頭で分かったっていうのと腹の底から分かったっていうのはどう違うんですか？でも、多分茂木さんもよくある気がするんですけど、茂木さんご説明されて意識はこうでなんとかなるほどそういうことなんですねっていう人と、なんというか当然そんなことわからないと思うんですけど、なんか分かりますと理屈としてわかるんですけど、どういうことなのかなって、なんか身体的に深くそのことを実感として分かった感じと、なんか理屈は分かったみたいな感じの間がある人と、なんか頭で分かれば分かったになっちゃう人って世の中にいないですか？だからそういう感じですかね。そこの間が少し境目があって、これがなんかやっぱり深くどこら辺までそのことを自分が理解したって言えるのかって。なんかさ、突然思い出したんだけど、サムライタイムトリッパーの中でさ、突然ですねあの監督の話聞いたんだけど、要するに侍がタイムトリップして、現代において本当の侍をどう見せられるかっていう命題で作ったらしいんだよな、映画。でその侍が盾の仕事をするんだけど、実はその時にもう一人タイムスリップしてる侍がいて、撮影してる人とかみんな知らないんだけど、本人たちは真剣で切り合おうとしてるっていうシーンがあるんだよね。でその時に初めてその侍が描けると思ったらしいんだよね、監督が。でそれってなんかすごく深くて、だからその時代劇で真剣持ってるっていうなんていうかな、設定でやっててもきっとそうじゃなくて、でもちろんだからその映画だから真剣に使ってないんだけど、観客側がいやこのなんていうか撮影スタッフみんなこれ模造犬だと思ってるけど実は真剣なんだよなって思う時に初めて湧き上がるドキドキってあるじゃないですか。どうなっちゃうんだろうっていう。それが現代において本物の侍を見せることだっていうふうに監督さんが思って、そういうシーンがあるんですけど、なんか為末さんの話聞いてるとなんかそれに近いものを感じるのは、その腑に落ちるっていうのが、トリック使わないと腑に落ちない気がする。だからそのなんていうかな、真剣で切り合うっていうのはこういうことだっていうのを理屈で説明してそういうことなんだって分かるっていうのと、本当になんか映画見てる人が本当にこれひょっとしたら真剣でやってるのかもしれないって思うドキドキ感って違うじゃない。そうですね。ちょっとだから工夫がいるのかも。なるほど。伝える時にです。サムライタイムスリッパーみたいな。なるほど。じゃあもしかしたら言葉じゃない形もやった方がいいかもしれないってところですかね。どうしたらそれってできるのかな。いや僕も一応今通信制高校の校長もやってるんで一応教育者でもあるんですけど、なんか屋久島行くわけだよね。で屋久島で自然体験するんだけど、なんでそれで変わる子がいるのかっていうのは、なんかそんなに説明できてないっていうか、その経験則としてしかないんだよね。でもなんか座学とかだけだとダメだなってなんとなくみんな思ってるわけじゃないですか。だから自然の中で屋久杉ランド行って屋久杉の中歩いてると変わる子はいる。でも
それは為末さんの言うその腹の底から分かるってことなんだろうけど、でもやっぱり全然違うんですよね、情報量って言っていいのか分からないけど、その自然界なんかリアルにものを体験するっていうことと、何なんだろうな。